AI を目の前にして、何から聞けばいいんだっけって固まってしまうことありませんか？私もね、最初はそうでした。真っ白なチャット画面を前にして、何を打ち込んだらいいのか途方に暮れちゃって。今回はですね、そんな悩みをすっきり解消して、AI との関係を根本から見直す方法をじっくり見ていきたいと思います。AI を単なるツールから私たちの思考を助けてくれる、もっと自然でパワフルなパートナーに変える、その秘訣を一緒に探っていきましょう。まずは、これ結構多くの人が感じたことあるんじゃないかなって思うんですけど、プレッシャーの話から始めましょう。真っ白な AI のチャットボックスを前にした時の、何かちゃんとした質問をしなきゃっていう、独特の緊張感です。プロンプト麻痺なんて言葉は聞いたことありますかね。これ AI から何かすごい答えを引き出すにはまるで魔法の呪文みたいに完璧で複雑な命令文を考えなきゃいけないんだっていう強いプレッシャーのことなんです。このスライドの女性みたいに頭の中がぐちゃぐちゃになっちゃって結局何も聞けずに終わってしまう、まさにそんな状態。でもね、安心してください。問題はあなたじゃないんですよ。実は AI へのアプローチの仕方がちょっと違っただけなんです。いつの間にか私たちって自分が完璧なプロンプトエンジニアじゃなきゃ AI は使いこなせないみたいなプレッシャーを感じるようになっちゃったんですよね。なんか AI に試されてるみたいな気分になりません？実はこのプレッシャーには AI がどうやってここまで来たかっていうその歴史が関係してるんですよね。AI を最初に使い始めたのって、やっぱりプログラマーとかエンジニアの人たちが中心だったんですよね。彼らはコンピューターに対して正確で論理的な命令文、つまり構造化された入力を打ち込むことに慣れてるわけです。この正しい命令を与えれば、ちゃんとした答えが返ってくるっていう彼らのやり方がいつの間にか、AI ってこうやって使うもんだっていう一つの文化みたいになっちゃった。その結果、私たちみたいな普通のユーザーまで、その専門的な作法に従わなきゃいけないんじゃないかって思い込んじゃったんですね。さあ、ここからが本題です。このモヤモヤした状況をガラッと変えるすっごくシンプルな考え方の転換をご紹介しますよ。AI は考えなくていい。人間が考えればいい。これがですね、今回の話で一番もう本当に大事なポイントです。AI に賢い答えを出させるんじゃなくて、あくまで考える主役は私たち人間なんだと。思考の責任は私たちユーザー側にあるっていうことなんです。この言葉、一見当たり前みたいですけど、AI との関係を劇的に変える力を持ってるんですよ。ちょっとだけ頭の片隅に置いておいてください。つまりですね、AI って人間みたいにって考えてるわけでも、なるほどって理解してるわけでもないんですよ。私たちの投げかけた言葉を受け取って、インターネット上の膨大なデータの中から、こういう質問が来たらこういう答えを返すのが一番それっぽいかなっていうパターンをものすごいスピードで組み立てて返してきてるだけなんです。そう、まるで私たちの思考プロセスを加速させてくれる、すごく優秀なアシスタントみたいな存在なんですよね。じゃあ AI がすごい天才じゃないんだったら、一体何なのって話ですよね。その役割をもう一度ちょっと見直してみましょう。このスライドがまさにその考え方の転換をバッチリ示してくれてますよね。左側の何でも知ってる魔法のランプみたいなちょっととっつきにくいイメージから、右側のいくらでも付き合ってくれるすっごく我慢強いアシスタントっていうイメージへ。完璧な質問でなきゃダメじゃなくて、私たちのまとまってねぐちゃぐちゃな考えでも大歓迎してくれるパートナーなんです。私たちが AI に合わせるんじゃなくて、 AI が私たちに合わせてくれる。これもう全然違いますよね。このアシスタントの何がすごいかって、まず私たちのアイディアをそれどうなのとかジャッジしないんですよ。スライドにあるようにまとまってない思考のままで OK。 そして何度質問したって絶対に疲れないし、話の途中でやっぱ違う話にしようって方向転換しても全然気にしない。 AI って実は命令を待ってるんじゃなくて、こういう会話をすることですごく生きてくるパートナーなんです。これめちゃくちゃ気が楽になりません？じゃあ具体的にどうやったらいいのっていう命令から会話に移る方法を見ていきましょうか。やり方はびっくりするくらいシンプルです。まずステップ1、もう全然まとまってなくていいんで、なんか新しい企画のアイデア欲しいんだけど何から手つけていいかわかんないんだよねみたいに、もうそのまま打ち込んじゃうんです。次にステップ2、 AI の返事をヒントに、じゃあそのターゲット向けのキャッチコピーを10個ちょうだいみたいな感じでアイデア出しを手伝ってもらう。そしてステップ3、このやり取り、つまりキャッチボールを何回か繰り返していくうちに、最初のぼんやりしたアイデアが
AI と一緒になんかすごい良いものに磨かれていくんです。この対話のプロセスこそが大事なんですよね。この2枚の絵がまさにその変化を表してますよね。左側は完璧なプロンプトが作れなくて、一人でって悩んで、もうどうしようもなくなってる感じ。一方、右側は AI っていう相棒となんか楽しそうに話しながら新しいものを生み出している。プレッシャーから解放されて何かを作る喜びへ。これこそ私たちが目指したい姿ですよね。この会話っていうアプローチを身につけると、AI はもうただの検索とか文章作成ツールじゃなくなるんです。私たちの仕事とか勉強とか日々の暮らしのあらゆる場面で本当の意味での思考のパートナーになってくれるんですよ。例えば、あなたが小説家だったら、プロットが思いつかない時にアイデアを出してくれたり、このキャラクターもっと面白くならないかなって相談に乗ってくれたり、まるであなたの創作活動をすぐそばで応援してくれる女神みたいな存在になるわけです。次の旅行の計画とか、そういう実用的なことでも大活躍しますよ。予算の計算とか、飛行機やホテルの比較とか、観光ルート作りとか、そういうちょっと面倒なことを一個一個整理してくれる、めちゃくちゃ頼れる助け人になります。スマホに溜まりまくった大量の写真も自動でタグ付けしてくれたり、昔の日記を読み込ませて、あの頃の自分何考えてたっけって要約してくれたり、大切な思い出を整理していつでも振り返られるようにしてくれる、まさに記憶の番人ですね。そしてこのすごく温かいイメージみたいに AI は私たちの毎日にごく自然に溶け込んで、勉強や仕事、家族との時間をもっと豊かにしてくれる。人生っていう長い旅を一緒に歩んでくれる、かけがえのない仲間にもなれる。そういう可能性を秘めてるんですよね。つまり、一番大事なことって、このスライドが言うように、なんか難しいテクニカルなスキルじゃないんですよ。大事なのは、考え方をちょっと変えること、マインドセットのチェンジなんです。AI の力を引き出す鍵って、プログラマーになることじゃなくて、実は私たちの心の中にあって、誰にでもその扉は開かれてるってことなんですよね。最後に皆さんにこんな質問を投げかけて、今回の話を終わりにしたいと思います。あなたがずっと心の中で温めてきたあの素晴らしいアイディア、あるいはずっと解決できずにいるあの問題、その答えってもしかしたら AI とのたった1回の本当に気楽な会話のすぐ先にあるのかもしれませんよ。ぜひ今日から試してみてください。